こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は、FreeCAD 1.0 基本的操作方法第20回。パートワークベンチ2回目、ソリッドの作成と部品ツールについてお送りします。最初に、パートワークベンチを起動し、ソリッドを作成する手順を示します。FreeCAD のパートワークベンチを起動する具体的な手順を説明します。最初に、カラファイルを選択することで、作業を開始します。次に、ワークベンチをパートに変更する手順ですが、現在のワークベンチがパートになってない場合は、この部分を展開しパートワークベンチを選択します。ソリッドツールバーの各アイコンについて詳しく説明していきます。このツールバーには、立方体、円柱、球、円錐、トーラス、チューブ、プリミティブを作成、シェイプビルダーが表示されています。以降のスライドで、これらについて説明していきます。このスライドでは、基本的なソリッドの作成手順を説明します。これらのソリッドアイコンをクリックすることで、原点に選択したソリッドが追加されます。この例では、立方体アイコンをクリックした場合を示しています。ソリッドの修正方法について説明します。ソリッドを選択し、プロパティを開くことで、様々な項目を修正できます。また、ダブルクリックでも設定パネルを開き、簡単に修正を行えます。座標軸の表示を切り替える方法を説明します。メニューより表示、次に、座標軸の表示を切り替え、項目を選択すると、表示と非表示を交互に切り替えることができます。原点に座標軸を表示することで、3D 空間での位置関係を把握しやすくなります。これにより、ユーザーは視覚的に作業を進めることができます。次に、ソリッドの位置を移動する方法について説明します。モデルから移動させたいソリッドを選択し、プロパティのプレースメント項目で X、Y、Z の値を調整することで、位置を変更できます。ソリッドの位置を移動するには、変換を使用して行う方法もあります。モデルを選択して右クリックして、変換を選択し、矢印をドラッグして移動するというシンプルな操作でもソリッドの移動が可能です。これにより、ユーザーは直感的に操作を行うことができます。プリミティブを作成する手順を説明します。ツールボタンを押すことで設定パネルが表示され、作成するプリミティブの種類を選択することができます。次に、パラメータや場所を入力し、作成ボタンをクリックすることで、プリミティブが完成します。次は、シェイプビルダーの使用方法について説明します。シェイプビルダーを押してシェイプ作成の種類を選択し、3D ビューから頂点やエッジ面を選択することで作成するシェイプを決めます。そして、作成を押すとシェイプが作成されモデルに追加されます。この例では、シェルが追加されています。右の図は、元の図形と重なって見えにくいため、変換して移動したものです。今回は、パートワークベンチの起動からソリッドの作成までを行っていきます。それではパートワークベンチを起動してみましょう。最初にFreeCADの起動画面より、カラファイルを選択します。そして、メニューの中よりパートを選びます。すると、このようにワークベンチはパートに変更されます。今回紹介するのは、こちらのソリッドツールバーの操作を説明します。最初に立方体を作成してみましょう。すると、このように 3D ビューに立方体が表示されます。ここでモデルを選択すると、このように立方体が追加されているのがわかります。これを選択すると、下にプロパティリストが表示されます。こちらのプレースメントに、このオブジェクトの位置が表示されています。ここを展開すると X 軸、Y 軸、Z 軸の値が表示されますので、ここを変更すると、このオブジェクトを移動することができます。今、このオブジェクトの位置は XYZ 軸とも0に設定されています。この画面では、原点の位置がわかりにくいので座標軸を表示してみましょう。メニューより表示、次に座標軸の表示を切り替えを選択します。すると、このように原点に座標軸が表示されます。逆に、
現在の座標軸表示を消すには、もう一度メニューより表示、座標軸の表示を切り替えを選択します。すると、このように座標軸は消えます。今回はわかりやすくするために、原点を表示しておきましょう。それでは、プレイスメントの位置項目を変更して、オブジェクトの表示位置を変えてみましょう。X 軸を選択し上向き三角をクリックするとこのように移動します。Y 軸方向にも移動してみましょう。次に、Z 軸方向にも移動します。このように、位置プロパティを変更することによって、オブジェクトを移動することができます。次は、ボックスの大きさを変更してみます。例えば、こちらのレンクス、ウィドス、ハイトを 5mm に変更します。それでは次に円柱のソリッドを追加してみます。このように、円柱は原点に表示されました。高さを変更してみます。今、高さが 10mm になっていますので半分の 5mm に変更します。すると、このように高さが1/2分の1となります。このオブジェクトを移動するには1項目を変更すれば良いのですが、別の方法も行ってみます。この円柱を選択した状態で右クリックするとメニューが表示されますので、その中より変換を選択します。するとこのような矢印が表示されドックして移動することができます。移動の確定は OK を押してこのパネルを閉じてください。その他のソリッドとして、球、三角錐、トーラス、チューブなどを作ることができます。その他のソリッドにプリミティブを作成ツールがあります。これをクリックすると、このように設定パネルが開きます。こちらのドロップダウンリストより、作成したいプリミティブを選択します。こちらの選択肢にはいろいろなオブジェクトがありますが、今回は多角形を選択してみましょう。ここで、画数を5に変更します。そして、高さを 3mm に変更します。表示する場所は、のままの原点としておきます。これで作成ボタンを押し新しいプリミティブが完成しました。こちらの多角柱も動かしておきましょう。選択して変換で移動します。最後はシェイプビルダーを使用してみます。このツールは、様々なプリミティブからシェイプを作成することができます。こちらのシェイプ作成パネルでは、シェイプの作成項目を選択して、3D ビューより頂点やエッジなどを選択した上で、作成ボタンをクリックし決定します。今回はエッジから面へを選択します。そして、こちらの円柱のエッジを選択してみましょう。次に平面をチェックして、作成ボタンを押します。最後は閉じて終了です。すると、モデルにフェイスが追加されていることがわかります。ここをクリックすると、このように作成されたソリッドが表示されます。こちらも移動しておきましょう。このようにパートワークベンチではソリッドツールを使用すると簡単に、基本的立体図形などを作成することができます。次に、パートワークベンチの部品ツールに関する説明を行います。部品ツールには、スケッチを作成、押し出し、回転、拡大縮小、フィレット、面取りなどの機能があります。スケッチを作成ツールはパートデザインと同様に使用することができます。スケッチャーの具体的な使用方法については、以前の動画でも説明をしていますので、こちらの方をご参照ください。押し出し機能の使い方を説明します。最初に元となるスケッチを選択し、押し出しツールをクリックします。次に、パラメータ設定を入力します。方向や長さ、テーパー角度を設定することで、押し出しの結果をカスタマイズできます。方向はこの例では、
Z 軸が1となっていますので、Z 軸方向に押し出しが行われます。長さは、押し出しの大きさです。また、テーパー角度は垂線と押し出された壁の間の角度を示します。回転ツールの使用方法を説明します。最初にスケッチを選択し、回転ツールをクリックすることで、パラメータを表示します。この設定画面では、元となるシェイプ、回転軸、角度、オプションとして対象角度、ソリッドなどを選択し、OK で決定します。こちらは、回転操作の結果を示しています。XZ 平面の六角形を360度回転したシェイプが完成しました。またモデルには、リボルブが追加されます。このモデルを展開すると元となるスケッチが表示されます。回転操作の対象角度、オプションについて説明します。対象角度のチェックによって、回転の方向が変わります。対象角度がチェックされていないときは、半時計回りの回転となり、チェックされているときは、時計回りの回転となります。次にミラーリング操作の手順を説明します。オブジェクトを選択し、ミラーリングをクリックすることで、パラメータ設定が行えます。パラメータの設定では、コピー元の図形、共造面はミラーとなる面、基準点はミラーの通る点を設定します。そして、OK で決定です。OK を押すと、ミラーオブジェクトが追加されます。この例では、YZ 平面をミラーとして、元のオブジェクトとミラーリングされたオブジェクトが並んで表示されています。このスライドは、ミラーリング機能の選択した参照を使用について説明しています。オブジェクトを選択し、ミラーリングをクリックすることで、パラメータ設定が行えます。共造面の下の選択ボタンをクリックします。すると、参照の選択が表示され、枠が紫色に変わります。ここでもう一度クリックすると文字が選択に変わり枠が紫色に変わります。次に 3D ビューから面をクリックすると、選択した面が選択ボタンの隣に表示されます。これで OK を押すと選択面にミラーリングされたオブジェクトが表示されます。オブジェクトの拡大縮小について説明します。最初にオブジェクトを選択し、拡大縮小をクリックすることで、パラメータ設定が行えます。パラメータ設定は、均一な拡大縮小、あるいは、非均一拡大縮小を選択します。次に、拡大倍率を係数で入力します。2なら2倍、0.5 なら2分の1となります。そして、OK を押すと、拡大縮小が適用されます。このスライドは、拡大縮小の結果を示しています。モデルには、スケールオブジェクトが追加されます。また、これを展開することで元のオブジェクトを確認することができます。中ほどの図形は係数を2とした場合、右側の図形は係数を 0.5 とした場合を示しています。次に、フィレットと面取りの違いについて説明します。フィレットは角を丸くする操作であり、面取りは角を斜めにカットする操作です。フィレット操作の手順を説明します。最初に、フィレットツールをクリックし、次にシェイプを選択することで、フィレットの設定が行えます。設定パネルが開いたらシェイプが選択されていない場合は、ここを展開して目的のシェイプを選択します。次に、選択範囲に、エッジを選択、または、面を選択かを選びますが、ここでは、エッジを選択を選んだ例を示します。この例では、エッジを選択し 3D ビューまたはリストよりエッジを選んでいきます。この状態で OK ボタンを押すことで、フィレットオブジェクトが追加されることが確認できます。右の図は選択したエッジにフィレットがかかった状態を示しています。このスライドは、フィレット操作の面を選択した場合の手順を説明しています。面をクリックすることで、その面周囲のエッジが選択されリストにも反映されます。そして実行すると、右の図のようにメイン周囲にフィレットがかかった状態となります。このスライドは、フィレットの可変半径を選択した場合の手順を説明しています。開始位置と終了位置の半径を入力することで、フィレットに異なる半径を適用することができます。可変半径を選択すると、半径項目に2つ目のボックスが表示されます。
左のボックスでは、開始位置の半径。右のボックスでは、終了位置の半径を入力します。入力して、OK を押すと、右の図のような半径が異なったフィレットを作成することができます。今回はパートワークベンチの部品ツールについて紹介していきます。内容はスケッチの作成、押し出し、回転、ミラーリング、拡大縮小、フィレット面取りの操作方法について説明します。それでは、パートワークベンチを起動します。最初にカラファイルをチェックし画面を移動します。そして、パートワークベンチであることを確認し作業を開始します。それでは最初にスケッチを作成ツールを使用していきます。このボタンを押すと、このように作業平面を選択する画面となります。ここでは XY 平面を選択し、オフセット0で OK ボタンを押します。すると、このようにパートデザインで使用したスケッチャーと同じ画面となります。それでは、適当に四角形を描いていきましょう。スケッチャーの操作方法は、パートデザインの動画もありますので参考にしてください。スケッチで図形を描くとモデルにスケッチオブジェクトが追加されます。作成されたスケッチをもとに、このツールバーでいろいろな加工ができます。最初に押し出しを行ってみましょう。押し出しツールをクリックすると、このようなパネルが表示されます。シェイプで押し出しを行うオブジェクトを選択します。方向は、放線方向とします。カスタム方向を選ぶ場合は、ここで XYZ 軸を選びます。そして押し出しの長さを決めます。ここでは 10mm としています。ソリッドオプションは、中身が埋まっているのか、空の状態かを決める選択肢です。これで OK を押します。すると、このように押し出しが完成しました。また、モデルにはエククルードが追加されました。これを展開すると、元図形がスケッチであることを確認することができます。それではもう一度、別条件でやってみましょう。別のスケッチを作成します。今回も XY 平面にスケッチを描いていきます。オフセット値を 10mm に変更し、OK を押します。それでは、この画面に四角形を描いていきましょう。これで、この画面を閉じて作画を終了します。するとこのように少し上にずれた図形となっていることがわかります。前面にビューを切り替えると、このように 10mm をオフセットした図形となっています。ここで、座標軸を表示してみます。するとこのように、ジェット軸方向にオフセットしていることが確認できます。それでは、この図形を用いて、押し出しをもう一度行ってみましょう。このオブジェクトを選んだ状態で、押し出しツールをクリックします。今度は、ソリッドオプションを外した状態で実行してみます。そして長さが 10mm。テーパー角度は度とします。この状態で適用をクリックすると、この条件で押し出しが実行されます。さらにここで OK を押すともう一度、押し出しが実行されることになります。このように、2つのエククルードが追加されているのがわかります。それでは、こちらのオブジェクトを選択して移動してみましょう。このように重なっていたオブジェクトを分離して表示するとわかりやすくなります。それでは、次に回転を行ってみましょう。こちらのオブジェクトはすべて削除して、スケッチを書いていきます。スケッチアイコンをクリックして、スケッチ方向を選択します。
今回は XZ 平面を選択します。それでは、この辺りに六角形を描いていきます。このように描いて閉じます。次に、このスケッチを選択した状態で回転を実行してみます。こちらの回転ツールをクリックします。すると、このように回転設定パネルが表示されます。こちらは回転軸で、現在は原点が設定され、方向は Z 軸となっています。そして、角度は回転角度を表します。規定角度は360度ですが、今回は180度に変更します。これで、OK を押して実行してみましょう。すると、このように六角形が180度、原点周りに回転した図形が作成されます。次は、ミラーリングについて見ていきましょう。それでは、このオブジェクトを削除して、ミラーリングを行っていきます。この六角形のスケッチを選択し、ミラーリングします。ミラーリングボタンを押します。そして、設定画面でオブジェクトが選択されているのを確認します。今回は、こちらの YZ 平面をミラーとして使用します。こちらの選択肢より YZ 平面を選びます。そして、基準点は原点のままとします。これで OK を押して決定します。すると、このように原点を通る YZ 平面をミラーとして、六角形がコピーされます。次は、拡大縮小について説明します。最初に、元となる図形を描いていきます。六角形を描きます。このスケッチに拡大縮小を適用してみます。この図形を選択した状態で、拡大縮小ボタンを押します。設定パネルが表示されたら、シェイプにスケッチが選択されているのを確認します。そして倍率の係数を入力します。今回は2倍に設定して、ここで適用をします。するとこのように図形が拡大したのがわかります。そして、閉じるボタンで終了しましょう。それではもう一度このスケッチを選んで拡大縮小を実行してみましょう。今度は、係数を 0.5 と入力します。そして適用をクリックすると、このように縮小された図形が表示されます。次に、もう一つのオプションも行ってみます。こちらの非均一な拡大縮小をチェックします。Y 方向を2倍に。X 方向は1倍のままとします。そして適用すると、このように縦、横比率が異なった拡大を行うことができます。それでは、こちらのフィレットと面取りを行っていきます。まずは元となる立方体を作成していきましょう。スケッチャーを起動し、XY 平面に四角形を描いていきます。そして押し出しを使用し、立体化します。それでは、この立方体にフィレットをかけていきましょう。フィレットボタンを押します。パネルが表示されたら、シェイプが選択されているのを確認します。選択されていない場合は、ここを展開してオブジェクトを選びます。すると、このようにエッジの一覧が表示されます。ここで、このリストより選択するか、右の 3D ビューでエッジをクリックして選択する、または、すべてを押すことによってフィレットをかけるエッジを選択します。この例では、すべてを押してみます。
次に、半径を入力します。そして OK で適用です。すると、このようにすべてのエッジでフィレットがかかった状態となります。それでは元に戻し、他のオプションも行ってみましょう。フィレットボタンを押して再実行します。最初にシェイプを選択します。そして、フィレットをかけるエッジを 3D ビューより H を選択していきます。そして、半径をこちらより入力します。今回は 3mm とします。これで OK で決定です。すると選択されたエッジにフィレットがかかった状態となります。それでは、もう一度戻して、フィレットを行ってみましょう。こちらのオブジェクトを選択した状態で、フィレットをクリックします。すると、シェイプには選択したオブジェクトが入力されています。今回は、選択範囲に面を選んでみましょう。そして、3D ビューよりフィレットをかけたい面を選びます。するとエッジリストに、面の周囲のエッジが選択されます。あとは半径を入力し、OK で決定します。すると、このように面周囲にフィレットをかけた状態となります。それでは、最後に元に戻し、面取りを適用してみましょう。操作方法は、フィレットと同様に行います。最初にシェイプを選択した後、面取りを行いたいエッジを選択していきます。今回は面を選択します。最後に、面取りの長さを設定し、OK で決定です。するとこのように、指定したエッジに面取りを行うことができます。次は、パートワークベンチの部品ツールの続きで、ワイヤーから面を作成、線式面を作成、ロフト、スイープなどの機能を紹介します。最初は、ワイヤーから面を作成する手順を説明します。元となるスケッチを選択し、ワイヤーから面を作成をクリックすることで、フェースが追加されます。この機能は、パートワークベンチ、ドラフトワークベンチ、またはスケッチャーワークベンチで作成された有効なワイヤであればどれでも構いません。輪郭は自己交差したり、相互に交差したりしてはなりません。次に、線式面を作成する手順を説明します。ワイヤーを2つ選択し、線式面を作成をクリックすることで、ルールドアンダーラインサーフェイスが追加され面が作成されます。このコマンドは、選択した2つのエッジまたはワイヤの間にまたがるルールドサーフェスを作成します。次に、ロフト機能の使用方法を説明します。ロフトコマンドは、2つ以上のプロファイル断面から面、シェル、またはソリッドシェイプを作成します。元のスケッチを用意し、ロフトをクリックすることで、設定パネルが開くことができます。元となるスケッチは、左のように立体的に配置されている必要があります。続けて、使用するスケッチを矢印ボタンで右へ移動し、OK を押すことで、モデルに、ロフトが追加されます。右下は、3つのスケッチの断面をつなげたロフト形状を示しています。このスライドは、ロフト機能のオプションについて説明しています。左より、ソリッド作成なし、ソリッド作成あり、線式面がオンの場合、閉じるオプションをチェックした場合を示しています。スイープ機能の使用方法を説明します。最初にスイープの断面となるスケッチと経路となるスケッチを用意します。次に元のスケッチと断面、経路を選択して、スイープボタンをクリックし、設定パネルを開きます。そして断面となる図形を右リストに移動します。次に、スイープ経路をクリックします。すると表示が終了に変わります。この状態で 3D ビューより経路を選択し、終了をクリックします。
これでスイープの経路が選択されました。続けて、オプションを選択して、OK で決定することで、モデルにスイープが追加されスイープ画像が表示されます。フレネーがオンの場合、元となる断面や経路によっては、右図のようにスイープが正常に行われない場合があります。前のスライドで示したようにスイープがうまくできない場合は、フレネーオプションを外して実行してみてください。すると、このように正常にスイープが行われます。今回は、パートワークベンチの部品ツールの続きを解説していきます。内容はワイヤーから面を作成、線式面を作成、ロフト、スイープについて説明します。最初にワイヤーから面を作成をやっていきましょう。スケッチツールをで XY 平面に作図を行います。面の元となるワイヤーを描いていきます。ポリラインを使用して、閉じた図形を描きます。このように、閉じたワイヤーを描きます。そして、このモードを終了します。このワイヤーの図形を面に変換してみましょう。このスケッチを選択します。そして、ワイヤーから面を作成ボタンをクリックします。すると、このように面に変換されました。それでは、別のパターンで、もう一度やってみましょう。最初に円を描きます。この中に六角形を描きましょう。この状態で閉じて完成です。このように、モデルにスケッチが追加されています。このスケッチを選択した状態で、ワイヤーから面を作成ボタンをクリックしてみます。すると、スケッチはフェイス、面に変換されモデルに表示されます。またこのフェイスを展開すると、元のスケッチが表示されます。それでは、次に線式面の作成を行ってみましょう。これは、選択した2つのエッジ、ワイヤの間にまたがる面を作成します。それでは、スケッチャーで2本の線を引いていきます。1本目の線を引きます。続けて、2本目も作成しましょう。これで2つのスケッチが追加されました。それでは、この2つのスケッチをもとに面を作成します。2つを選択した状態で、線式面ボタンを押します。すると、2本の線をもとに面を作成することができました。それでは、次にロフトを行ってみます。これは、2つ以上の断面から面、シェル、またはソリッドシェイプを作成します。それでは、新しいファイルを作成します。パートワークベンチに設定した状態で、断面のスケッチを作成していきます。断面はいくつかの面を用意し、それを後で縦方向に並べていきます。スケッチャーを使用し、断面を描きます。このようにして作成された4つのスケッチをジェット方向に並べていきます。最初のスケッチは、のままとします。次に、2個目のスケッチを選択し、
1パラメータのジェット軸を調整してやります。こちらの上方向の三角印をクリックして移動します。続けて、3番目、4番目のスケッチについても同様な操作を行っていきます。それでは、この断面を使用してロフトを作成してみます。断面の位置関係が調整できたらロフトボタンを押します。すると、このようなパネルが表示されますので、ここで、左のリストより断面のスケッチを選択し、右のリストに移します。断面のスケッチを選択し、右矢印で移します。今回は、すべてのスケッチを右リストに追加します。オプションとしては、ソリッドの作成、線式面、閉じるがありますが、今回はこのままで実行してみましょう。すると、このように各断面を通る面で構成されたロフト形状が作成されます。線式面オプションがチェックされていない場合は、このように曲線で断面が結ばれます。また、ソリッドがチェックされていない場合は、面のみで構成されたロフトとなります。それでは、ロフト前に戻して、もう一度他のオプションも行ってみましょう。この状態より、もう一度ロフトを実行します。ロフトボタンをクリックします。先ほどと同様に、各断面を右のリストに追加します。今回はソリッドオプションをチェックします。そして、OK を押して決定です。すると、このように中身が詰まったソリッド形状で、ロフトが作成されます。それでは、元に戻し線式面のオプションも実行してみます。この状態でロフトを実行します。最初に断面を右リストに移動します。次に線式面のチェックを入れます。そして、OK を押します。今回のロフトでは、断面同士が平面でつながった形状となります。これが線式面オプションです。それでは、最後に、閉じるオプションを実行してみましょう。元に戻して、もう一度ロフトボタンを押します。先ほどと同様に、断面を右リストに移動します。今回は順不動に移動を行った場合の例を示します。このように、順番が整っていない場合はロフトがうまく形成されないので、順番を上矢印、下矢印で調整し構成順位を整えていきます。それでは、閉じるオプションをクリックして OK を押しましょう。このように閉じるオプションでは、最後のプロファイルを最初のプロファイルに接続して閉じたロフトを作成します。最後に、スイープについて説明していきます。まず、スイープの元となる断面を用意します。スケッチを使用し、作図をしていきます。今回は XZ 平面に作図していきます。断面となる三角形を配置します。次に、この断面に対して経路を描いていきます。経路はこの断面に対して直角方向に描いていきます。座標軸を見ると、YZ 平面に作図する必要があります。それでは、スケッチャーを用いて作図していきます。
今回は経路に円弧を用います。断面の真ん中を通るように描いていきます。それでは、この断面と経路を使用してスイープを行ってみます。ここで、スイープボタンを押します。次に、パネルが表示されたら、断面を右のリストに追加します。そして、スイープ経路ボタンを押して 3D ビューより、経路図形を選択します。次に、終了ボタンをクリックします。あとはオプション選択です。ソリッドは、中身を満たすかどうかを選択します。フレネについては後で説明します。これで OK を押して決定です。すると、このようにスイープ形状が作成されます。この例では、うまくスイープ形状が作成されましたが、経路の種類によっては、うまくスイープ形状が作成されない場合があります。次にその例を示していきます。新しい経路を YZ 平面に作っていきます。この面に B スプラインを使用して経路を描いていきます。このように何点かで曲がる B スプラインを描いて閉じます。それでは、この経路に従ってスイープを行ってみましょう。スイープボタンを押します。最初に断面を右リストに追加します。そしてスイープ経路ボタンを押して、B スプラインを選択しましょう。次は終了でオプションを選びます。今回はフレネをチェックしたままで OK を押します。すると、断面の回転が不自然な形となっていることがわかります。このように経路の形状によっては断面の移動がうまくいかないことがあります。それでは元に戻し、フレネオプションをチェックしない状態で行ってみましょう。断面と経路を設定し、フレネオプションを外した状態で実行してみます。するとこのようにスイープは正常に行われ、形状が作成されます。